ご視聴ありがとうございます。今回は名前と実態が矛盾した線路のご紹介です。本線よりも遠回りな短絡線の様子と、この線路の成り立ち、そして人知れず残る遺構を解説します。ここは JR 中央線と青梅線などが乗り入れる立川駅です。構内は4面8線で、北側1面を青梅線、中央2面を中央線、南の2面を南武線が使っています。中央線と青梅線を直通する列車もあり、日中は毎時3本程度が運行されています。青梅線直通列車に乗ります。直進すると中央線の下り本線、左に分岐するのが青梅線へとつながる線路です。対比線が合流してから分岐するため、本線と対比線の両方から青梅線に入れます。そのすぐ後に合流してきたのは、立川で南武線方面と接続している線路です。あの線路を通る定期旅客列車はありませんが、この線路を語る上で後々重要になってきます。中央線から青梅線に直通する列車は日中毎時3本程度で、それほど多くありませんが、強いて言えば45キロの速度制限と後に続く50キロの制限がネックです。線路は高さを上げ、右カーブで中央線の本線をオーバークロスします。そしてこの線路、何か気づかないでしょうか。そう、この先ずっと線路は単線のまま。上下線の列車が同じ線路を使っているわけではありません。中央線と青梅線は立川駅の西側で分岐していますが、その分岐は少々特殊です。中央線から青梅線に乗り入れる下り列車は、一旦中央線の南側に回り込んだ後、中央線の線路をオーバークロス、青梅線に合流します。一方、青梅線から中央線に乗り入れる上り列車は、地上の線路から直接乗り付けるため、この線路は使えません。この線路は全線単線で、原則として下り列車のみが使用しています。下り列車の経路は上り列車より遠回りですが、この線路には、青梅短絡線という名前がついています。この線路の目的はもちろん、中央線から青梅線に入る下り列車と中央線の上り本線の平面交差を避けることですが、青梅線の本線は立川駅を出てすぐに中央線から離れるのに対し、短絡線は高さを上げるまで中央線の本線をまたげないため、遠回りになるのです。中央線の線路を越えてほどなく、線路は直線になります。この線路は単線ですが、左側には土地が余っており、一部の架線中も複線分のものがあります。実はこの空間が、この線路の成り立ちに大きく関わる部分です。直線区間は間もなく終わり、立川駅で一旦離れた青梅線の本線に、右カーブで近づいていきます。線路のすぐ脇まで草が生えているところもあり、一転して窮屈な線路になります。この辺りの速度制限は60キロ。それほど速度を出せる区間ではありません。右カーブを抜けるとしばらく直線になり、西立川駅の手前で左カーブに入ると、青梅線の本線に合流です。立川駅を発車して3分もせず、西立川駅に到着です。この全面展望は少々前に撮影したものなので、特に西立川駅の構内には変化した箇所があります。それらにも触れながら、この短絡線を深掘りしていきましょう。西立川駅では、立川駅と同じく12両化に対応するホーム延伸工事が行われています。延伸部分は下り線側の方が長いですが、これは駅の上り方にある短絡線と本線の合流部分がホームに接近しているためです。一方上り方では、上りホームの方が長く、下りホームの方が短くなっています。短絡線がホームに入る直前で分岐する線路は、臨時列車や貨物列車が時間調整するための線路として用いられており、12両に対応しています。この線路の脇には、短絡線側のキロポストもあります。中央線から直通してきた E233 系が到着です。この列車は青梅特快の青梅行きで、青梅線内は各駅に止まるので、種別表記はありません。草がすぐ脇に迫る線路から飛び出してくる様子は、立川駅の一駅隣とは思えない光景です。一方、青梅線から中央線に乗り入れる上り列車は、立川駅の手前で下り線を横切り、中央線に乗り入れます。青梅線の下り線を主張する廃線になっており、短絡線がある側との差が目立ちます。立川始発の青梅線は日中毎時2本程度ですが、列車が遅延した時や、時間帯によっては青梅線のダイヤにも影響が出そうです。また、
この列車は中央線に直通する列車ですが、先行列車が遅れているため、足止めを食らいます。信号が切り替わり、中央線の線路に入ります。中央線の上り対比線はこの合流地点より手前で分岐するため、上り直通列車はすべて本線に入ることになり、本線と対比線の両方から青梅線に行ける下り線とは違います。そのため、接続する速達列車が対比線を発車する逆転現象が見られます。このような現象も中央線のカオスぶりの一因と言えそうです。今では青梅線の一部となった短絡線ですが、その成り立ちは区間によって異なり、本来の目的は別のところにあったことをご存知でしょうか。その痕跡が先ほどの直線区間に残っています。中央線と青梅短絡線を走る列車を同時に収めるカットが取れたので、その場所へ移動します。ここは直線区間に3カ所ある踏切の一つ、上野原踏切です。この踏切の周辺には、他の場所よりもゆったりとした土地があり、木々が線路際に迫っていた場所とは違います。実はこの踏切の東側にあるあの白い建物の前あたりには、かつて駅があったのです。ただし、青梅線の本線側、立川西立川間には、これまでに駅が設けられたことはありません。その違いこそ、この短絡線の歴史の一部であり、そしてこの短絡線は、遠く離れたあの路線と深く関わっています。改めて、短絡線の周りの地図を見てみます。短絡線の歴史は先ほどの直線区間が終わる場所を境に異なり、そこより東側は1930年、西側はその翌年に開業しています。そしてその場所は、かつて存在していた、武蔵上野原駅の場所とも離れています。実はこの短絡線、もともとは立川から拝島までを結ぶ、もう一つの路線の一部だったのです。このルートは、現在の五日市線の前身、五日市鉄道が敷設したものです。最初に開業した区間は、拝島から五日市までのおよそ11キロの区間。東京の西部にある五日市に鉄道を敷設する計画は以前からありましたが、資金難などで実現が遠のいていました。最初の開業区間も、拝島駅が当初仮駅だったりと、苦難の跡が伺えます。翌年に二駅延伸された後、1930年、五日市鉄道は立川延伸を果たします。集落ごとに駅を設けたため、駅数は並行する青梅電気鉄道よりも多くなっていました。敷設願いによると、鉄道空白地帯の集落のために鉄道が必要であり、並行する青梅電気鉄道の輸送力が逼迫していることから、新線を建設するべきという主張がなされていました。ただし、青梅電気鉄道は当時単線で、複線化すれば需要をカバーすることも可能でした。あえて遠回りな路線を建設した理由の裏にあるのが、前年12月に立川まで延伸された南武線の前身、南武鉄道、ひいてはこの3社に共通する企業です。実はこの3社には、石灰石の輸送という共通点がありました。その石灰石が運ばれる先は、遠く川崎に拠点を置く、浅野セメントの工場。遠回りな路線の建設には、青梅電気鉄道による石灰石輸送に対する浅野セメントの不満があったとされており、五日市線の建設も、当初の目的だった旅客輸送というより、石灰石を輸送する手段としての側面が強かったのです。拝島より西の五日市線では、今でも車窓に畑が広がる区間が目立ちます。既存の集落のそばではなく、建設費が節約できる直線的なルートとなっているのも、そのような経緯が関係しています。そして路線が立川駅の南側に乗り入れることは、ここから先の南武鉄道とそのままつなぐことで、国鉄の路線を経由しなくて済むメリットもありました。元の遠回りルートが短縮されるのに加え、自社の線路だけで輸送できるメリットは、非常に大きいものです。こうして開業した路線ですが、その歴史は思いのほか短いものとなりました。1931年11月には、青梅電気鉄道の西立川駅までを結ぶ線路が開通します。これが、現在も残る青梅短絡線の原型です。その後、五日市鉄道は南武鉄道との合併を経て、1944年4月に国有化され、同年10月、立川拝島間が休止されます。もともと遠回りだったことに加え、並行する青梅線沿いに重要な軍事施設があったこと、青梅線が複線化の最中であったことも、この区間の運命を決定づけました。五日市線の拝島より先の区間は今も残っていますが、
日中は30分間隔と青梅線より需要は少なく、青梅線や中央線に乗り入れる列車もないなど、格差が目立ちます。なお、武蔵五日市から武蔵岩井までの区間は、貨物輸送の衰退などの要因により、1982年までに廃線となっています。廃止された区間のうち、青梅短絡線となった区間以外は、道路などに転用されています。先ほど映っていたあたりからしばらくの間には、幅の広い道路が後から整備され、痕跡は残っていませんが、細い道が続く場所も多く残っています。2004年、それらの道には、五日市鉄道の略称である五鉄通りの名称が付けられています。ところどころで緩くカーブする道路は、ここに鉄道があったことを暗に物語っています。そして、廃線区間のおおむね中間あたりで、八高線と交差します。現在は歩道が八高線を地下でくぐっていますが、廃線前は切り通しになっており、当時とは少々様子が異なっています。先ほど見た区間よりも痕跡が薄れているように見えますが、この先に、この路線の歴史を留める場所があります。それが、旧大神駅の跡地です。ここには、プラットフォームと線路、そして信号機などが設置されています。これらは青梅線の奥多摩駅などにあったもので、五日市鉄道時代のものではありませんが、青梅短絡線、ひいては五日市鉄道の歴史を知ることができる施設です。最寄りの昭島駅からも 1.3 キロほど離れていますが、この住宅地の中にある駅跡を一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。